はい、どうも夜です。今回は久しぶりにドラゴンクエストの料理を作ろうと思います。まずはこの海苔を使ってとあるモンスターの顔を作ります。海苔はキャラクターの顔を表現するのにとても便利な食材です。日本では簡単に手に入るけど、海外ではどうなんだろう。紙にモンスターの顔を描いたので、それを海苔に重ねてハサミで切っていきます。はい、今回のモンスターはこれ。この顔を見たら、今回は何のモンスターの料理を作るのか大体わかりますよね。そうです。今回は踊る宝石の料理を作ります。この間アップした花札を紹介する動画でも言ったんですが、僕はスライムの他に踊る宝石がとても好きなんですよ。ふわふわ浮いていて、キラキラしていて、笑っていて、可愛くて最高です。それにしても海苔を小さく切るの難しいな。海苔で顔のパーツを作る場合、小さいハサミを使って切るのがおすすめです。この口のカーブが難しい。大丈夫かな？海苔とか見ずれてないかな？はい、オッケー。口ができました。こんな感じです。いい感じかも。はい、そしたら目を作っていきます。目の方が小さいから難しいな。目の白い部分と黒い部分は後で作るので、とりあえず目の外側の線に沿って切っていきましょう。オッケー。こんな感じですね。そしたら反対側の目も同じように作ります。はい。次は目の中心をくり抜いて白目を作ります。難しい。細かい作業苦手だから疲れてきた。よし。まあちょっとちぎれちゃったけど、後でなんとかごまかそう。とりあえず顔のパーツはできました。あ、今回作る料理の材料の紹介を忘れてました。改めて材料を紹介します。人参1本、冷凍枝豆お好みの量。これは冷凍の枝豆じゃなくてもいいですし、なんなら枝豆じゃなくてコーンとかでもいいです。宝石みたいに綺麗な野菜を用意してください。えのきだけ、えのきは少しでいいです。ひき肉 200g、油揚げ 3,4 枚、ハム1枚、砂糖大さじ3、醤油大さじ3、みりん大さじ3、酒大さじ3、だしの素 2g、水 300cc。材料は以上です。それでは早速踊る宝石の巾着煮を作っていきましょう。まずは冷凍の枝豆を使用する場合は水につけたり茹でたりして解凍しましょう。今回は水につけて解凍します。その間に他の調理を進めておきます。油揚げを重ねて半分に切ります。これは踊る宝石の体になります。油揚げを半分に切ったらこのように指で油揚げを開いて袋状にします。こんな感じです。後でここに具材を入れます。次に人参の皮を剥きます。そしてこのように輪切りにして細く切ります。はい、こんな感じですね。そしたら人参をさいの目切りにします。このようにサイコロ状に切りました。人参を切っている間に枝豆の解凍が終わったので枝豆の皮を剥いておきます。枝豆の皮を剥きます。ただひたすら無心に皮を剥きます。もしかしたらこんなに枝豆いらないかもしれないな。はい、こんな感じで枝豆の皮を剥きました。まるでエメラルドのような色で綺麗です。踊る宝石を作るにはちょうどいい食材ですね。枝豆じゃなくてコーンを使用した場合はイエローダイヤモンドになりますね。はい、それではボウルにひき肉と人参、そして枝豆を入れます。そういえば材料紹介で言うのを忘れていましたが、塩を一つまみ入れます。そしたらひき肉に粘りが出て食材がまとまるまで混ぜながら少しこねます。だんだん粘りが出てきましたね。はい、このようになりました。このまま焼いても美味しそうだな。はい、次は先ほどこねた具を袋状にした油揚げに入れていきます。
ここで注意しなければいけないのは、具を詰め込みすぎると袋の口が閉まらなくなるので要注意です。袋の半分くらいの量にしておくのがちょうどいいかもしれません。多分。はい、このように油揚げの袋に具を詰めました。皆さん、えのき茸の存在を忘れていませんでしたか？えのきは洗って石突きを切っておきます。こんな感じですね。そしたらえのきは軽くほぐしておきましょう。今回えのきは巾着の口を結ぶ紐の代わりとして使用します。なので、長さのあるえのきを選び出して数本軽く茹でます。巾着の口を結びやすくなるようにえのきが柔らかくなればえのきの紐の完成です。はい、こんな感じでえのきは柔らかくなりました。そしたら巾着の口を結んでいきます。あれ、なかなか結べないな。もっと長いえのきだったら結びやすかったかもな。結べそう。よしよし、いい感じ。オッケー。はい、こんな感じになりました。でもこれ煮てる途中でほどけそうだよな。もし、えのきなんて手に入らないよ。えのきで結ぶのはめんどくさそう。という人がいたら、踊る宝石の表現度は落ちますが、爪楊枝を使用して口を閉じるのが簡単です。爪楊枝で口を閉じる場合は、このように裁縫をするような感じで口を閉じます。えのきで口を縛るよりとても簡単でしょ？今回は一つはえのきで口を縛って、他の巾着は爪楊枝で口を閉じました。このように巾着の準備ができたら、巾着を煮ていきましょう。まずは鍋に水を入れます。そして醤油、みりん、酒、だしの素、砂糖を入れます。次に鍋の中に巾着を並べます。巾着を並べたら鍋を火にかけます。最近引っ越したのでガスコンロじゃなくて IH になりました。火の方が好きだったんだけどな。はじめは中火で、沸騰したら弱火にして15分から20分煮ます。はい、そしたら巾着を煮ている間にハムで踊る宝石の下とほっぺたのピンク色の部分を作りましょう。下の形って難しいな。はい、こんな感じですね。下は形が気に入らなかったので2個作りました。形は下の方が好きかな。おー、いい感じに煮えてそうですね。美味しそうな匂いがする。おー、美味しそう。それではお皿に盛り付けていきましょう。やっぱりえのきがほどけちゃってたので、また結び直します。海苔で作った顔のパーツを乗せていきます。口を乗せたら、次は目を乗せていきます。息で海苔が飛びそう。はい。もう片方の目も乗せていきます。ちょうどいい角度でつけるの難しいな。こんな感じか？はい。ハムで作った舌とほっぺたで踊る宝石を飾って、人参と枝豆の宝石をお皿に散りばめたら、踊る宝石の巾着煮の完成です。かわいい。ちょっと顔の形が歪んでますが、美味しいので許してください。はい。というわけで今回は、僕の大好きなモンスター踊る宝石の料理、踊る宝石巾着煮を作りました。お肉も野菜も取れる栄養満点の料理で、なおかつ可愛い、最高の料理です。油揚げの中に入れる具材は好きなものを入れて構いませんので、ぜひあなたのオリジナルの踊る宝石、もしくは笑い袋を作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。